なりたいチャンネルです。姉妹チャンネルの青虫の朗読チャンネルにもよろしくお願いします。魔王学院の不適合者第3章勇者学院編第75話勇者学院の謎第76話ガイラディーテ遠征試験朗読を始めます。魔王学院の不適合者第75話勇者学院の謎。最上階にやってくるとそこにメルヘイスがいた。お待ちしておりました、アノス様。彼は俺の前にひざまずき、頭をしだれる。ガイオスとイドルはどうだ？蘇生は無事成功しました。やはり、2000年前に何者かに襲われ、根源と体を乗っ取られていたようでございます。アイビスの時と同じか。残りの七魔コウロウもそうだと思って間違いはあるまい。こちら側の七魔コウロウは3人でございます。統一派の勢力を強めることも可能かとは思いますが、アイビスだけが、今のところアボス、ディルエビアに生きていると悟られてはいない。表だって俺の配下として行動に移せるのは、メルヘイス、ガイオス、イドルの3人だ。向こうの手駒である七魔コウロウも残り3人。政治的な意味では統一派と皇族派のパワーバランスを拮抗させることはできるだろう。そうすれば、皇族や皇族派を使ったアボス、ディルエビアの企てを牽制することもできよう。だが、これまで通りで構わん。いくら上が変わろうとも、魔族の意識がそうそう変わるものではないからな。下手を打てば、ディルヘイドが2つに割れる。権力の大半を皇族と皇族派が抑えているからこそ、根血と統一派はおとなしくしているのだ。両者の権力が拮抗すれば、統一派もそうそう黙ってはいまい。エミリアのように、暴走する者が出てきてもおかしくはない。俺が支配すればいい話ではあるが、今は力が全てという時代でもないしな。皇族派を黙らせるのに、何人殺せばいいことやら、そうして魔族を統一すれば、アボス、ディルエビアは二の足を踏むかもしれぬ。奴に逃げられては後々面倒なことになる。無論、負けるつもりなどないが、2000年の間周到な準備をしていた輩だ。さらに数千年と機会を待たれては億劫だ。今しばらくは、向こうの思惑に乗ってやるのが最善だろう。思い通りにことが進んでいると思わせておけば、やがては姿を現す。その時に仕留めればいい。承知しました。それと、この間の一件で、一つ疑問がございます。なぜお前は根源を乗っ取られなかったのか、ということか？メルヘイスは神妙な顔つきでうなずく。さようでございます。他の七魔コウロウは皆根源を融合され、乗っ取られました。しかし、わしの場合は、霊族の魔剣を刺されただけでございます。この違いには、何か意味があるのかもしれませぬ。同じやり方では俺に見抜かれると思ったか、もしくは、手駒の配下が足りなかったのかもな。それほど多くの配下を抱えているわけではない。と？お前を乗っ取らせるなら、それなりに信頼できる配下でなくてはならぬ。使い捨てなら、いくらでもいるかもしれぬが、腹心となるとそう数はいまい。そう考えれば、奴の腹心は七魔コウロウを乗っ取っている残りの3人だけということになる。あるいは、俺にもう手駒は3つしかない、と思わせたいのかもな。少なくとも、アボス、ディルエビアはバカではない。その上、慎重だ。20、30の罠を張り、そのどれかに俺がハマるのをじっと待っていることだろう。俺からも聞きたいことがあるが、統一派のトップはお前ではないらしいな。さすがはアノス様、そこまで掴んでおられましたか。恐縮したようにメルヘイスは言う。何者だ？それが、わからないのでございます。もちろん、皇族であれば、正体を隠そうとするのは当然のことです。いずこかの区域を治める魔皇や、それに近い立場のものであれば、統一派と知られれば権力の座を追われることとなります。そうなれば、統一派としての活動もままならなくなりますゆえ。正体を隠す理由はある。逆に言えば、魔皇やそれに近い立場のものでなくとも、堂々と正体を隠せるのだ。例えば、アボス、ディルエビアだとしても、お前がトップではないということは、そいつが統一派を結成したのか？私が調べた限りでは、そのようでございます。正体を探ったこともあったのですが、見事に魔力の痕跡を消しており、たどり着くことができませんでした。その時点では、
私と同じく神話の時代の魔族ではないかと思いました。現在のディルヘイドの状況に憂いを覚え、統一派を結成したと考えられなくもない。しかし、そうであれば、アノス様が転生なさった今、あなた様の前に姿を現すはずでございましょう。少なくとも、俺が本物か、確かめに来ると考えるのが妥当ではある。2000年前の魔族ならば、暴虐の魔王を無視できるとも考えがたい。未だ姿を見せないということは、俺の前に正体を見せられぬものだということか。その可能性は高いかと思われます。魔剣大会の一連の出来事から察するに、あの仮面の男が、統一派のトップと考えられなくもないな。アボス、ディルエビアか、その配下といったところか。もう一つ、尋ねよう。勇者学院について、知っていることはあるか？すると、メルヘイスの顔色が変わった。何か、ございましたか？学院交流をするそうだ。急遽、向こうの受け入れ体制が整ったという話だったが、少々不審に思ったのでな。勇者学院がアボス、ディルエビアの息がかかったものかどうかはわかりませぬ。今のところ、奴らに魔族の影は見えません。メルヘイスは重々しい口調で言った。しかし、奴らには十分ご注意なさってください。かつての旧敵、私もオウトガイ・ラディーテに探りを入れたことがございます。確かに人間の国も平和になり、あまり戦争らしい戦争も起きてはおりません。ですが、ガイ・ラディーテは、いえ、アゼシオンは国の税収の1割を勇者学院に使っております。1学院に対して、国の税収の1割か。尋常ではないほどの力の入れようだな。勇者学院は何のために作られた？表向きは剣や魔法、あらゆる学問に精通する勇者の育成でございます。彼らは勇者学院を卒業した後アゼシオン全土でその力を振るい、国の発展に寄与しています。ディルヘイドにおける魔コウと似たような役割なのだろう。ですが、それにしてはきな臭いことがございます。勇者学院には選抜クラス、ジェルガカノン、というものがあり、ここにかなりの予算が使われております。しかし、調べても、その詳細が出てこないのでございます。ふむ、ジェルガカノンか。この時代には伝説となっているであろう二人の大勇者から、名を取ったのだろうな。勇者というのは、大戦の英雄です。魔族を支配する魔王とは違い、平和な時代にそれほど必要なものとは思えません。もちろん、勇者の力を今度は国の発展に役立てようというのはわからない話ではございませんが、ただの学院とは思えないというわけか。メルヘイスがうなずく。ジェルガカノンは、転生した勇者たちのクラスだそうです。アボス、ディルエビアと関わりがないにせよ、警戒すべきかと。人間自体が何かを企んでいる、か。まあ、魔力に劣る分、謀略にかけては、魔族よりもよっぽど陰湿で底意地の悪いものを思いつくのが人間だからな。人間の寿命は短い。2000年経った今、魔族に敵対する理由があるとすれば、その転生した勇者たちが過去の怨恨に囚われているからだろう。とはいえ、俺が世界に壁を作るとき、カノンとは和解した。あの男なら、魔族に対する遺恨を、後世にまで残そうとはしないはずだ。それ以外の勇者に、転生して記憶を完全に引き継げたとは思えぬ。それとも、割り切れなかったか？だとしても、無理からぬことだろうがな。理由までは、わかりませぬ。2000年前の記憶を持った転生者がいるのかも、定かではありません。おっしゃる通り人の寿命は短い。2000年前の勇者が現代にいるとすれば、何度も転生を繰り返したはずでございます。シリカの魔法は、状況にもよるが、寿命や魔力によって転生までの期間が変わってくる。人間は比較的早く転生し、魔族は俺のように2000年かかることも珍しくはない。デルゾゲードも今ではガイ・ラディーテや勇者学院との交流が多少はあります。人間は特に魔族に敵意を持っているようには見えませんでした。まあ、もしも戦争を仕掛けてくる気だとしても、あからさまな態度は取るまい。メルヘイスなど、魔族を代表する七魔功労が相手ならなおのことだろう。ふむ。では、勇者学院は俺が直接現地で調べてこよう。まさか、学院交流の生徒に、暴虐の魔王が混ざっているとは夢にも思うまい。承知しました。お前は引き続き、ディルヘイドで七魔功労の動きを注視するがいい。
何かあれば知らせろ。すぐに戻る。かしこまりました。俺はキビスを返し、ユニオン島を後にする。しかし、選抜クラス、ジェルガカノン、か。記憶があるにせよ、ないにせよ、勇者カノンが転生しているのなら、会ってみたいものだな。第76話、ガイ・ラディーテ遠征試験。その翌週、デルゾゲード、第2教練場。集まった生徒たちは皆、たくさんの荷物を持ってきていた。武具や魔法具はもちろんのこと、大きめの革袋やカバンには食料や着替え、水などをふんだんに詰め込んでいる。さながら、旅支度といった様子だ。授業開始の鐘の音が鳴ると、窓からフクロウが飛び込んできた。みんな、おはよう。聞こえてきたのはメノウの声だ。魔法でフクロウを媒介にして、話しているのだろう。それじゃ、いよいよ今日、学院交流のためにアゼシオンへ出発するわよ。目的地はオートガイ・ラディーテ。事前に知らせた通り、今回の遠征では学院側の引率はないわ。3回生のみんなはもう知ってると思うけど、1回生のために、改めて説明しておくわね。別のフクロウが3回生の教室の方にもいて、同じようにメノウの声が聞こえているのだろう。デルゾゲードでは、こういう遠征の時、引率がないことがほとんどなの。魔法を目指すっていうのに、自分の力で目的地にもたどり着けないんじゃ話にならないもの。ああ。でも、もちろん生徒同士で助け合うのは全然構わないわよ。目的地にたどり着くのも授業の一環というわけか。ここからアゼシオンへ行くには様々な障害があるわ。海を渡るなら、エルーが海峡が、陸路ならデルテスト山脈を越えるか、迂回してトーラの森を抜けないといけない。空を飛んでいくにしても、アゼシオンの空域は魔力場が乱れているから、簡単なことじゃないわ。どのルートから行くのが早いか、というのはもちろんのこと、自分に適したルートを選ぶ知恵も試されているのだろう。アゼシオンはディルヘイドとは違うわ。きっとみんな、見たこともないようなものにたくさん出会うでしょう。学院で教えられていることだけじゃなく、未知のものへの対処方法を、今回の遠征で学んでほしいと思う。これまでの授業に比べ、なかなか面白そうではあるな。押村区は、エルーが海峡も、デルテスト山脈も、トーラの森も、何度か行ったことがあるという点だ。まあ、2000年前とはまた様子が違っているのだろうがな。期限は10日。それまでに、ガイ・ラディーテにある勇者学院の第三宿舎に来られなかった生徒は、今回の学院交流の参加資格はないわ。もちろん、何番目についたか、どのぐらいの期間でついたかは成績に関わるから、頑張ってね。3回生はこういう遠征に慣れてるから、1回生がそれよりも早くついたら、ポイント高いわよ。10日か。まあ、妥当なところではあるな。陸路を行ったとしても、それなりの速度で走り続ければ、余裕を持って到着できる。ちなみに先生は2日で着いたわよ。3回生はこれぐらいを目安にしてね。2日か。教師だけあって、まあまあ早いな。3回生を教えていることもあってか、エミリアよりも魔力は高そうだな。それじゃ、ただいまより、ガイ・ラディーテ遠征試験を始めるわよ。よーい、ドン。その合図で、第2教練場にいた生徒の半数ほどが、一斉に外へ飛び出していった。残った連中は地図を確認したり、どのルートで行くか相談をしている。ねえ、アノス。さっきから気になってたんだけど、あなた、何も持ってきてないわね。サーシャが話しかけてくる。そういう彼女も荷物は少なめだ。2、3日でたどり着くつもりなのだろう。何、昔はよくガイ・ラディーテに日帰りで行ったものだ。人間どもが小賢しい動きを見せれば、それをいちいち潰さなければならなかったからな。日帰りって相変わらず、むちゃくちゃだわ。どのルートで行く？ミーシャが言った。空がいいんじゃない。アゼシオンの空域は魔力場が乱れてるからって、なんとかなるでしょ。というか、魔力場を乱されるのは誰かさんに自習で言い合ってほどやられたわ。サーシャは、フレスの魔法を好んで使うため、自習では少々飛びにくくしてやったのだ。その回あってか、フレスを使うのに適していない状態でも、なかなかうまく飛べるようになった。レイとミサは？ミーシャが二人を見る。あはは、私は飛べないんですけど、フスカを使えば、ギリギリついていけると思います。フスカの範囲内にミサは自由に移動できる。
効率は少々悪いが、連続して使えば移動速度はそれなりになるだろう。僕はどちらかといえば、走った方が速いんだけどね。フレスはあんまり得意じゃないんだ。じゃ、陸路の方がいいかしら？低く飛べばいいだけだし。そしたら、みんなで行けるもの。サーシャが魔法でその場に地図を描き、遠征ルートを赤い線で3つほど示す。最短ルートのトーラの森を抜ける場合、この3つの道が考えられるわ。その中で一番早いのは、こっちのミレイヌ砂漠を抜けることね。もちろん、何事もなく通れればの話だけど、うまくやれば1日で着くわ。メノウが3回生は2日を目安にしろと言ったから、張り合っているのだろうな。サーシャらしいことだ。歩いていくつもりなら、なかなか的確だがな。サーシャ、ガイラディ邸へ行くのに、地図など広げてどうするつもりだ？え？サーシャがきょとんした表情を浮かべる。言ったことがあると言っただろう。自宅に戻るときに、俺が使っている魔法は何だと思っている？あ、とサーシャは声をこぼす。ガトム？ミーシャが言った。こんな長距離でも使えるの？今風に言えば、ガトムは、日に何度も長距離移動をしなければならない、忙しい魔族のために開発された魔法だからな。わかったけど、今風に言わなくていいわ。わかりやすく説明してやったというのにな。まあ、そういうわけだ。1日もかからん。1秒で着く。俺はサーシャに手を伸ばす。全員で手をつなぎ、ガトムを使った。真っ白になった風景が色を取り戻し、俺たちの目に映ったのは広大な湖である。反対側には城壁があり、門の奥には街並みが広がっている。オートガイ・ラディテは湖の中心に作られた要塞都市だ。聖水が湧き出ると言われるこの生命湖はそれ自体が自然魔法陣の役割をなし、魔を封じる力を持つ。2000年経った今も変わらず、聖水が湧いてきているようだが、しかし、今の時代にこれを使いこなせる者がいるかどうか？こんなにあっさり来ちゃうと、味気ないわね。勇者は剣が得意だって言うし、学院交流の前に会えそうなら、面白いけどね。そう口にしたレイに、サーシャが呆れたような視線を返す。学院交流前に会ったからといって、同剣の勝負を挑むつもりなのか、とでも考えているのだろう。レイはいつも剣のことばっかりだわ。すると、彼は爽やかに笑う。そうかもね。君が魔王のことばかり考えているぐらいには。何言って。サーシャがカーッと顔を赤くする。別に魔王学院の生徒が魔王のことばかり考えていても問題ないと思うけどね。君は優等生のようだし。悔しそうにサーシャはきっとレイを睨む。覚えてなさいよ。この剣フェチ。珍しく、サーシャとレイがそんな小競り合いをしていた。俺たちはそのまま城門へ向かった。入り口に立っていた兵士は俺たちが身につけた制服と交渉を確認すると、すぐ中へ通してくれる。城門を抜ける途中、背中から、今日はまだ来ないって話だったんだけどなぁ、と不思議そうな声が聞こえた。ところで、勇者学院の第三宿舎ってどこだろうね。勇者学院から真東にある、防壁のそば。ミーシャが言う。ふむ、勇者学院はどれのことだ？アノスも知らない？ 2000 年前はなかったからな。すると、ミーシャは遠くに見えている高い建物を指した。あれ、勇者学院アルクランイスカ。もらった資料に載ってた。ふむ、2000年前の王城アルクランイスカを勇者学院にしたのか。平和な世になり、不要になった軍事施設だが、その魔法設備を失うには惜しい。教育の場として有効活用しているのだろう。デルゾゲードも魔王学院となっていることだし、不自然な点はあるまい。もっとも、一見不自然な点がないというのが、逆に怪しく思えてしまうのだがな。とりあえず、行きましょ。せっかく一番に着いたんだし、メノウ先生に会わないと。でも、いらっしゃいますか？さすがに今日は来ないと思ってるでしょうし。確かに、そうね。とにかく行ってみようと、俺たちは勇者学院の第三宿舎へ足を向けた。見慣れぬ街並みを見物しながら、しばらく歩けば、やがて、目の前に美しい装飾が施された石造りの建物が見えてきた。かなりの大きさで、ざっと200名近くは入れる部屋がありそうだ。門には、アルクランイスカ第三宿舎と書いてあった。いた。と、ミーシャが指さす。
ちょうどメノウが宿舎から出てきた。ふむ、メノウ、着いたぞ。え？メノウが俺たちを見て、まるで時間が止まったかのように体を硬直させた。まあまあの記録だろ。俺の言葉を。しかし、メノウは呆然とした様子で聞き流す。そして数秒後、ようやく彼女は口を開いた。ちょっと、嘘、よね。だって、まだ一日どころか、1時間も経ってないわよ。一体、どうやってここまで来たの？信じられないといった調子でまくし立てるメノウ。フクロウの目を通して、俺たちがディルヘイドにいたことは確認済みだろうからな。不正を疑う余地もない。ガトムを使った。ガイ・ラディ手には来たことがあったからな。失われた魔法を使えるのは聞いてたけど、でも、こんなに離れた場所の空間をつなげるなんて、信じられない。メノウは言葉通り、心底驚愕したような表情を浮かべている。魔法の才能があるのは分かったわ。私も教師だから、これまで天才って呼ばれた子は何人も見てきた。今月でも魔法に優れた生徒だってたくさんいるわ。でも、あなたは、そんな天才なんてありふれた言葉で片付けられるような次元じゃない。まっすぐ俺の顔をそのまがんで見つめ、メノウは尋ねた。アノス君、あなたは、一体、何者なの？何度も言ってはいるのだがな。自分のまがんではなく、他人の言葉を信用しているようでは、一生真理にはたどり着けぬぞ。暴虐の魔王。その言葉が頭をよぎったか、メノウは黙り込むしかなかった。次回は、魔王学院の不適合者、第77話、約束、第78話、勇者学院の伝承、高評価、チャンネル登録、お願いします。